ヨーガ哲学の理論。ここで、インドを発祥とするこれらの思想がどのように発展してきたかを、私が先ほど言及しましたパタンジャリ編纂のヨーガ哲学の金言で見ていきましょう。超自然的能力を獲得するための8つの必要条件。この著作において、ヨーガで必要とされる8つの必要条件が列挙されています。1、5つの悪行為をやめる、禁制、山。2、5つの建設的な義務を実行する、寛解、ニヤマ。3、特定の姿勢をとって足を安定させる、座法、アーサナ。4、呼吸を調節し四足を行う、長期、プラーナーヤーマ。5、感覚器官をその対象から引き離す、静観、プラーティヤーハーラ。6、思考能力を固定する、行念、ダーラナー。7、心の自己沈潜、清涼、リアーナ。8、ボーガのような自己集中、三昧、サマーディ。これら8つは、パタンジャリの最高善、すなわち魂を自己の精神的本質の中に没入または隔離し、カイバルや超自然的な能力を獲得するための必須条件です。第1の前提条件。5つの悪行為。これら8つの秩序たったようが必要条件のうち、最初の条件である、回避すべき5つの悪行為を見ますと、仏教の誤解とよく一致します。すなわち、殺さない、盗まない、不純な性行為をしない、嘘をつかないの4つは全く同じです。5番目だけが違っていて、ヨーガではあらゆる世俗的な喜びを控える、ですが、仏教の誤解では人を酔わせる酒類を飲まない、です。第2の前提条件。5つの建設的義務。ヨーガの2番目の必要条件である5つの建設的義務とは、肉体と心の自己浄化、正常、両方ともシャウチャと呼ばれます。満足感の実践、知足、三等者、身体の性欲、苦行、タパス、祈祷文の大人へまたは神秘的文言の暗唱、読樹、スバードヤーやまたはジャパ、および神への黙想です。苦行の様々なやり方については、すでに触れました。祈祷文の大人へについては、オウン、神々の三角構造のシンボル、のような神秘的文句や帰依する神の名前を繰り返し唱えることは、極めて効き目があるとヒンドゥー教徒の間では言われています。同様に、インド北部仏教徒は、六音節の文句、オンマニパメフーム、蓮華の中の宝珠に礼拝します、を、六道輪廻に対する呪文として使っています。宝珠というのは、チベットの守護聖人である観世音菩薩を意味しているのかもしれません。この菩薩はハスから生まれてきたという説話があるからです。または、両義性を持っているとも考えられます。すなわち、サーンキや哲学のプルシャ、シンガ、トプラクリティ、自称、またはシバハのリンガ、ダンコン、トヨニ、女院を秘実的に暗示している可能性があります。どちらも自然の生命力をシンボライズしたものです。世界でも、これほど頻繁に読受されている祈祷文は他にないでしょう。他の神秘的音節、例えばサム、ヤム、ラムなども何らかの秘実的な効能を持っているとされています。第3の前提条件。姿勢。第3の必要条件である姿勢については、我々の目から見ると、人間の霊性と神との結合にはそれほど関係がないように思われます。しかし、ヒンドゥー教では、ヨーガ行者に大きな恩恵をもたらす重要な要素の一つです。その理由は、特定の座法、アーサナを取り、歌詞を組むことで、身体を静止させ、気分が散乱して集中できないのを防止するのに特に効果があるからです。いくつかの座法は興味深い名前を持っています。例えばパドマーサナ、レンゲ座、ビーラーサナ、英雄座、シンハーサナ、シシ座、クールマーサナ、カメ座、クックターサナ、鳥座、ダヌラーサナ、ユミ座、マユーラーサナ、クジャク座、などです。足の組み方は、最初に右足を左のももに乗せ、左足を右のももに乗せます。下肢を組むことで下方向へ圧力をかけ、身体が全く揺るがないようにすることは、
魂を完全な防我状態にするための準備作業として極めて重要であるという考えです。別の補助手段としては、上肢すなわち腕、手、及び指を、特定の因相、ムドラーと呼ばれます、にすることがよく行われています。欧州では、熱心な信者たちは、人間の魂と神と合体させるため、手足を激しく動かします。カイロでダルーイ首相の回転運動や遠吠えを見たことのある人は、これが理解できるでしょう。彼らは激しく動き、息を吸い、息を吐き、神の名を唱えることで激しいめまいの発作を起こし、この時の恍惚こそ神との結合を果たした状態であると信じています。第4の前提条件。呼吸。第4の必要条件、すなわち呼吸の調節と抑制は、欧州人にとって、8条件の中で最も理解と評価が困難です。しかし、ヒンドゥー教徒にとっては、これは現在でも極めて重要です。ハタ、ビドヤーと呼ばれています。これに関連する思想なども、欧州では全く知られていません。息を深くすると、思考を抽象的対象に集中しやすくなり、外界から影響を受けにくくなるというのがヒンドゥー教徒の考えです。しかし、これだけにとどまらず、5種類の空気が人間の身体に入り込み、身体が活力を維持するために大きな役割を果たします。ハタ、ディーピカーは次のように言っています。空気が身体に残る限り、生命は保たれる。死とは呼吸からの離脱である。したがって、空気を身体に留めるべきである。呼吸を調節する場合、最初に片方の鼻孔から空気を吸い込み、もう一方の鼻孔は指で塞ぎます。肺に溜めておき、もう一方の鼻孔から吐き出します。このエクササイズは、右と左の鼻孔で交互にやらなければなりません。次に、両方の鼻孔から力いっぱい空気を吸い込み、できる限り長く空気を肺に閉じ込めます。このためには、身体の内部器官に対して意志の力を行使しなければなりません。または、空気を脳の中央まで引き上げなければなりません。しかし、ヒンドゥー教徒は、呼吸と魂を同じものだとみなしません。頭蓋骨の頂上にある裂け目すなわち縫合線、ブラフマランドラと呼ばれています。は、人の死に際して魂が抜け出す出口になります。インドのヨーガ行者は、死ぬ時に、聖なる貝殻で頭蓋骨を叩いて割ることがよくあります。これは、魂が抜け出やすくするためです。チベットでは、同じ目的のために、頭頂部から髪の毛を剥ぎ取ると言われています。邪悪な人間の場合、魂は下半身の穴のどれか一つから抜け出るとされています。四則を習得した行者の驚異的な事例。必要以上に空気を吸い込み、息を身体に閉じ込めるのは、呼吸訓練の中で最も重要です。四則。ヒンドゥー教の苦行者は、常にこれを実践することにより、水中でも、長期間にわたって地中に埋められても、生命を維持できると言われています。このような驚異的な忍耐力は、欧州では全く見られません。しかし、特定の生体組織を持つ人間が、一時的に生体機能を停止させることで、動物の冬眠のようなことを実現できるのだろうかという疑問には、まだ答えが出ていないように思われます。タウンゼント大佐という人は、これをやるのに成功したそうです。生気を一時的に停止する事例としては、1837年にパンジャーブ地方で行われたものがよく知られています。その地方のあるヨーガ行者が、ランジート・シング氏とクロード・ウェイド教の見ている前で、生きたまま40日間、地下に埋めてほしいと申し出ました。最初に、彼の目、耳及び身体のすべての穴をワックスの線で塞ぎました。当時研修医であったマグレガー博士も、この事例を観察しています。ペテンを防ぐためにあらゆる方策が実施されました。英国人の管理が男の埋蔵だけでなく発掘にも立ち会い、ランジート・シング氏自身の命令で昼夜を問わず地下埋葬所の監視が行われました。40日が経った時、発掘を行いました。身体は棒切れのように乾き、舌は喉まで反り返っており、角のようになっていました。彼を掘り返した人たちは、彼が前もって指し示していた通りに、
世紀を復活させました。そのヨーガ行者は、他のヨーガ行者や聖人が集まる中で恍惚とした至福感だけがあったことを覚えていると話しました。彼は、もう一度埋められてもいいと語っていたそうです。こういった偉業にはペテンや不正があるかもしれませんが、それがどのくらいの量なのか、言い当てることは不可能です。しかし、これらの事象は、インドのヨーガ行者が長年にわたって冬眠動物の習性を研究してきたという事実から説明可能だろうと思います。強烈な集中瞑想で肉体を消化させた人は、腐敗や分解が発生しないという意味で、決して死ぬことがないという言い伝えが、インド全土にわたってごく一般的に信じられているという点も付け加えておきます。そういう人は、死が訪れても、トランス状態が何世紀も続くとされています。したがって、その人はダビに伏すことなく、一般には座ったままの姿勢で埋葬され、その墓はサマーディ、三昧、と呼ばれます。第5の前提条件。生還。5番目の必要条件は生還です。これは、感覚器官をその対象から引っ込めることを意味します。例えば、見えている対象に向かっていかないように目を静止します。このことは、亀が足を甲羅の中に引っ込めることによく例えられます。第6の前提条件。行念、そして超能力。6番目の必要条件は行念、すなわち思考を固定化することです。これは、思考能力、チッタ、を身体の一部分に向けます。例えば心臓とか頭頂に向けたり、意志力を眉間に集中させたり、視線を鼻の先端に固定させたりします。7番目と8番目の必要条件は、清慮と三昧、すなわち自己の内部を見つめることと強い自己集中です。これらは、第6の必要条件が結びついたとき、超自然的能力を獲得するために最も重要なものとされています。そのような能力としては、以下のものが最も一般的です。1、アニマン。身体を原子のサイズにまで縮小させる能力。2、マヒマンまたはガリマン。大きさや重さを自由に増やすことができる能力。3、ラギマン。身体を自由に光らせる能力。4、プラープティ。どんなに遠くにあるようなものや場所でも到達したり触ったりすることができる能力。5、プラーカーミア。意志を無制限に行使できる能力。6、イストバ。自分の自我や他者を従わせる絶対的な力を手に入れる能力。7、バシター。様々な物質要素を支配できる能力。8、カーマーバサーイター。あらゆる欲望を抑え込む能力。これらの能力を獲得したヨーガ行者は、空中高く空を飛び回ったり、惑星や星を通り抜けたり、嵐や地震を起こしたり、動物の言葉を理解したり、世界や宇宙のどんな場所でも起きていることを確認したり、過去世での出来事を思い出したり、現世での寿命を伸ばしたり、過去や未来を見たり、他人の考えていることを見分けたり、どんな形にもなることができたり、消えたり、再び現れたり、他人の身体に入り込んだり、それを自分のものにすることさえできます。これらの途方もない考えは、ヨーガシステムの成長に合わせて発達したものであり、それらのすべては、広大の仏教の発展系にも存在します。ブッダ自身も、帝釈天の住むとウリ天まで上昇したり、水上を歩いたり、山から山へ渡り歩いたり、硬い石に足の刻印を残したりしたという逸話が弟子たちによって作られています。ただし、有名なダンマパダでは空には道がないという言葉が2度現れますが、